なりたいチャンネルです。魔王学院の不適合者第2章魔剣大会編第69話エピローグ祭りの後の第3章勇者学院編第70話プロローグ勇者と人の王朗読を始めます。魔王学院の不適合者第69話エピローグ祭りの後の俺が描いた魔法陣の中心にシーラの姿が現れる。彼女はゆっくりと目を開き、心配そうに自分の顔を覗き込んでいる男を視界に捉えた。レイ？母さん。レイがらに手を伸ばし、彼女をぎゅっと抱きしめる。よかった、よかった。母さん、もう、会えないかと。言葉は涙に変わり、レイはうなだれる。その頭を撫でるように、シーラは優しく肩に抱いた。夢、じゃないのよね。それとも、ここは天国なのかしら？無論、現世だ。お前は己の身を捨ててまで我が子を守った。見事な振る舞いだった。そっか。シーラは嬉しそうに、泣き崩れているレイの頭を撫でる。自分が生き返ったことよりも、息子を守れたことに安堵している様子だ。でも、どうやって精霊病を治したんですか？根源が弱っていたり、なくなってしまったら、どんな魔法でも元に戻せない、ですよね。ミサが俺に問う。単純なことだ。シーラの根源の元となった噂と伝承を広めた。でも、アノス様は今まで決勝戦で戦っていましたし、いつそんなことを？ついさっきだ。優勝した気持ちを話しただろう。あれは魔法放送でディルヘイド各地に伝わっている。ミサが気がついたように声を上げる。真の名工が心を込めた鍛えた剣には、魔力とは別の何かが宿るって言う？俺はうなずく。それがシーラの根源を形作る噂と伝承だったというわけだ。イニーティオを叩き切って、魔剣大会で優勝したインパクトは大きい。心を込めて鍛えた剣には魔力とは別の何かが宿る。にわかには信じがたいこの噂と伝承を信じる者がいたとしても、なんだ不思議はない。それによって、ほぼ消えたに等しかったシーラの根源が急速に回復した。そこまで来れば、インガルで蘇生することはたやすい。そんなこと、よく気がつかれましたね。驚いたようにミサは言葉をこぼす。昨日シーラに会った時、容体がわずかに回復し、俺たちと話をすることができるようになった。ログノース魔法委員で管理しているはずの噂と伝承がうまく制御できていないのかとも思ったが、俺が1回戦で口にしたことが原因だったのだろう。真の名工が心を込めた鍛えた剣には魔力とは別の何かが宿る。クルトとの戦いの最中に俺はそう口にした。ただのハッタリだったのだが、それを信じた者が何人かいたため、シーラの容体がわずかに回復したのだ。無論、それだけではまだ断定できぬがな。決勝戦の開始前に、フクロウからリークスが届いた。9魔の円環を破壊されればシーラが死に、決勝戦で勝てばレイが死ぬとな。しかし、混合鉄の剣を破壊されて俺が負けることについては何の言及もなかった。勝敗についてはどうでもいいのだろうとも思ったが、あえて逃げ道を作ったのだと考えた方がよりしっくりくる。着せずして俺がその伝承と噂を広めてしまったのは、アボス、ディルエビアにとっても計算外だったのだろう。シーラの精霊病が完治してしまう可能性があった。そうなれば、奴の計画は破綻する。俺にそうとは知らせずに、混合鉄の剣が大したものではないと観客たちに見せつけておきたかったのだ。決勝戦が始まった後にシーラの容体は回復したな。はい、リリア、でなんとか魔力を融通していたんですけど、やっぱり全然足りなかったんです。でも、突然、どんどん魔力が回復していって、シーラさんが歩けるようになったんです。それで一緒に魔剣大会に駆けつけたんですが、操られていたメルヘイスは人質に取るためにシーラを回復させたと言ったが、あれは嘘だ。シーラが奴の思惑を外れて容体を回復させつつあることに、気がつかせないようにそう言ったのだろう。俺が混合鉄の剣でイニーティオとまともに打ち合っていたため、それを見ていた観客たちの間で、シーラの噂と伝承を信じる心がどんどん大きくなったということだ。シーラが身体に変われたのも、それがあってのことだろう。彼女が変化した姿は、混合鉄の剣によく似ていた。精霊の身体は噂や伝承が具現化したもの。
その根本は心にある。観客たちの心には、真の名工が鍛え、魔力とは違う別の何かが宿った剣に、明確なイメージがあった。実際に混合鉄の剣を見ていたのだからな。それで、シーラの身体はその姿になったのだ。それらをすべて総合すれば、彼女の噂と伝承はおのずと想像がつくというものである。ありがとう、アノス君。やっぱり、あなたはレイが言った通り、すごい人ね。もう、この子にも会えないかと思ったのに。レイを抱きしめながら、シーラは言う。おかげで、この子が大きくなるのをまだまだ見ていられるわ。何、レイを言われるほどのことでもない。共に手を差し伸べただけのことだ。きびすを返し、俺は言う。じゃあな、レイ。先に行くぞ。ああ、と涙に濡れた声でレイは返事をした。あまり泣いている姿を見られたくもないだろうと俺はその場を後にする。アノス。観客席から父さんと母さん、ミーシャが降りてきた。お前、やったな。こいつ、それでこそ、俺の息子だ。父さんがドスンと俺の胸に拳を当てる。父さん。俺は鞘に収めた混合鉄の剣を父さんに見せた。これのおかげで助かった。バカ言うなって。そういうことは、面と向かって言われると照れくさくなっちまうだろ。嬉しそうに言いながら、父さんは目尻に涙を浮かべる。嘘ではない。確かにこの剣には何の魔力もこもっておらず、魔剣大会を戦う上では何の役にも立たなかった。それでも、だからこそ、シーラを救うことができた。父さんは意図したわけではなく、何もかも着せずして起こったことだ。だが、父さんが心を込めてこの剣を作ったから、俺は1回戦の時に、ああ言ったのだ。それが、シーラの精霊病を完治させることにつながった。父さんが作ったこの剣が、俺に幸運を運んできたのだ。あなた、そろそろ行かないと、閉会式、良い席が取れなくなっちゃう。アノスちゃんも準備があるだろうし。ああ、そうだな。じゃ、アノス。父さんが手を挙げるようにジェスチャーする。俺が右手を挙げると、その手に父さんはバシンとハイタッチした。また後でな。アノスちゃん、今日は本当にお疲れ様。もう、本当にすごかったわ。こんなにちっちゃいのに魔剣大会で優勝なんて、将来はどうなっちゃうのかな。母さんが嬉しそうに言う。でも、たくさんお怪我したよね。大丈夫？心配そうに、母さんは俺の傷を見つめる。ああ。大したことはないのだが、で傷を治しておいた。これで大丈夫だ。よかった。母さんは俺のそばに身を寄せ、耳元でそっと囁く。後でレイ君のお母様にもご挨拶しておくわ。それはまずいな。母さんの時空に飲み込まれれば、アゼイシス、とは違い、そうそう助けにはいけぬ。今日はやめておいた方がいい。そう、もしかして、まだ行ってないから、そっか、わかったわ。母さんは何やら一人で納得している。またにするわね。じゃあね。父さんと母さんは急いで閉会式の会場へ向かった。嬉しい？いつの間にか、俺の横に立っていたミーシャが言う。そう見えるか？コクリ、と彼女はうなずく。そうして、そのまっすぐなまがんで俺の深淵を覗いてくる。心の深くまで。親というのはいいものだな。かつての俺にはいなかった。とミーシャが相槌を打つ。いつか子供を持った時、俺もあんな風になれるものか。後ろから驚いたような声が聞こえた。何を驚いているんだ、サーシャ。別に驚いてなんかないわ。何を苦しい言い訳をしているのだ？あなたって子供が欲しいの？いつかはそういう時も来るだろう。そうなんだ。いつかね。七魔コウロウは俺の血を受け継いでいるし、彼らの血族は全員俺の子孫ではあるのだがな。父さんや母さん、シーラを見ていると、それだけでは親子とは言えぬ気がする。そうミーシャが笑う。まあ、無理なのはわかっているがな。すると、ミーシャはブルブルと首を横に振った。アノスはきっといいお父さんになる。そうか？そう。今一つ、実感は湧かないがな。不安？いや、ミーシャが言うのなら、信じよう。後ろを振り返り、
考え事をするようにうつむいている少女に言う。何をしている？サーシャ、行くぞ。わかってるわ。慌てたように走ってきて、サーシャは俺たちに並ぶ。そういえば、優勝したぞ。何今更言ってるのよ。あなたの力なら当たり前じゃない？まあ、それはそうだがな。すると、ミーシャが言った。楽しかった？そうだな。さして命の危機も覚えぬ、ぬるま湯のような剣の大会。統一派と皇族派の代理戦争。誰もかもがうるさく声を張り上げていた。面倒なことばかりが起き、まるでお祭り騒ぎのような2日間だったが、それでもレイと剣を打ち合ったあの時間はなかなかに有意義だった。終わってみれば、どこか寂しさを感じる。何なのだろうな、これは。常に生死がかかっていたあの頃には、味わったことのない感覚だ。なかなか愉快な大会だった。観客席にはもうほとんど人はいない。祭りの後の静けさを感じ、まるで後ろ髪を引かれるかのように、俺はゆっくりとその場を後にしたのだった。第70話、第3章、勇者学院編、プロローグ、勇者と人の王。2000年前、オートガイ・ラディーテ。人間の大陸アゼシオンの中心に位置するこの首都は、政権に選ばれし勇者カノンを擁するガイ・ラディーテ魔王討伐軍の本拠地である。魔族の襲撃に備えた軍事都市でもあるガイ・ラディーテには、町の至るところに魔を払う魔法陣や武装がある。並の魔族ならば、足を踏み入れた途端に消滅するか、さもなくば蜂の巣になっているであろうその場所を、一人の魔族が堂々と歩いていた。暴虐の魔王アノス、ボルディゴードである。外敵に備えた結界など取るに足らぬとばかりに、まるで雑草を踏み寄るかのごとく、悠然と歩を進ませる。彼の視線の先には二人の男がいた。一人は政権を携えた勇者カノン。そして、もう一人は、オートガイ・ラディーテを治める王にして、ガイ・ラディーテ魔王討伐軍の総帥ジェルガ。ジェルガは弱い60ほどの老体だが、その全身から発せられる気勢と魔力は並の人間を大きく上回る。彼はカノンの師にして、元勇者なのである。カノンが生まれる前、アゼシオンを守るため、数々の魔族と死闘を繰り広げてきた。第一線を退いた今も、魔王討伐軍を指揮し、魔族側に多大な損害をもたらしている。カノン、私が行こう。覚悟を決めた声でジェルガは言った。テオトライアスを至近距離で撃ち込めば、さすがに奴もかわせん。暴虐の魔王といえども一瞬は足が止まるはずだ。その隙に、仕事その政権で奴を貫け。先生、それは。迷うな。カノン、勇気を持て。どのみち、私はもう長くはない。この老人の命が、平和な世界の礎となるなら安いものだ。聖なる光を宿した魔法陣がジェルガの足元に描かれる。それは勇者だけが行使することのできる、アスク。人々の心を一つにし、その希望や願いを魔力に変換することのできる大魔法だ。魔力に劣る人間が心でもって魔族に対抗することができる。ジェルガ様、カノン様、お願いします。魔王を、今日こそ、あの暴虐の魔王を。もっと願いを、ありったけの希望をジェルガ様に。どうかこの世界に平和を。俺たちの明日を、守ってくれ。アスクの中で人々の思念が溢れ返り、聖なる光が街中からジェルガのもとへ集い始める。ここはオートガイ・ラディーテ。人間たちに残された最後の砦だ。なればこそ、その祈りは何より強く、莫大に膨れ上がった。行くぞ、魔王。貴様に殺された人々の無念、今日こそ晴らしてくれる。アスクをまとい、ジェルガが暴虐の魔王へ突進する。その後ろでカノンは政権を構えた。魔王アノスはゴマルモンの魔法陣を展開する。そこから、ジオグレイズが雨あられのように発射された。次々と漆黒の太陽がジェルガに直撃する。アスクの力を反魔法に変えているとはいえ、魔王の魔力は凄まじく、瞬く間に彼の命は削られていく。聞かぬ。これしき、貴様に殺された、妻子の痛みに比べれば。派手な爆発が鳴り響き、黒木爆炎に巻かれながらも、元勇者は進み続ける。ジェルガの手が暴虐の魔王に迫る。しかし、あと一歩というところで、
魔王の右腕が先にジェルガの腹部を貫いていた。自分たちだけ悲劇ぶっているようだがな。人の王。人間は俺を見こもった母を殺したぞ。死体から生まれ落ちる気分は、なかなかどうして、最悪だ。血を吐きながらも、ジェルガは笑う。私と共に地獄へ落ちろ。暴虐の魔王。体を貫かれながらも、ジェルガは魔王に腕を伸ばした。テオトライアス、アスクで集めた人々の思いが、魔力が、砲弾と化し、一気に解き放たれる。まるで大爆発を引き起こしたかのごとく、二人は聖なる光に包まれた。今だ、やれ、かの。言葉が途切れた。肺を握りつぶされ、ジェルガの体から力が抜ける。タカ、様、我らがどうしよう。テオトライアスの威力は不十分だった。本来ならば、魔王の半魔法を貫けるだけの力があったのだが、祈りと願いが急速に減少したのだ。何？今日は威圧しておいただけだ。テオトライアスの力を削ぐため、アノスは手強いジェルガを殺すより先に、彼に祈りや願いを供給している魔王討伐軍を魔力で威圧したのだ。彼がその気になれば、大した半魔法を持たない人間など、この町のどこにいようと造作もなく無力化できる。殺すことすらたやすいだろう。よくも、許さぬぞ。貴様だけは、絶対に。そのぐらいにしておくのだな。俺が見たところ、貴様の根源はもう限界だ。人の身でよくもまあそこまで戦い続けたものだが、あと一度死ねば、もう蘇生もできぬ。そう口にし、アノスはジェルガのもう片方の肺を潰した。が、もっとも、どの道長くはないだろうがな。ジェルガはその場に崩れ落ちる。さて、勇者カノン。聖剣を構えたカノンに、魔王は言った。そろそろ平和が欲しいと思わないか？カノンは魔王を睨み返す。世界を混沌に陥れている張本人の言う台詞か？お前たちから見ればそうだがな。俺とて、ディルヘイドの平和は欲しい。それが手に入るのなら、何もアゼシオンをわざわざ滅ぼしはしない。油断のない目つきでカノンは魔王を見つめる。俺の言葉に興味があるのなら、デルゾゲードへ来い。大精霊と創造神も招待してある。話が気に入らなければ、力を合わせて俺を倒すがよい。用は済んだとばかりに、暴虐の魔王はカノンに背を向ける。ガトムの魔法を使い、彼は去っていった。先生。すぐさま、カノンはジェルガにかけより、エンシェルの魔法で彼を癒す。魔王がつけたにしては傷も浅く、簡単に傷を治せた。すまないな。いえ。ジェルガが立ち上がる。カノンは言った。先生、根源をお返ししましょうか？勇者カノンは7つの根源を持っている。それらは元を正せば、聖剣の力を使った大魔法により他者から譲り受けたものだ。何人もの人間から少しずつ根源を集めることにより、魔王に対抗可能な7つの根源を手に入れた。その中でも、自らの根源の大半を譲り渡したのがジェルガである。今更、そんなことは不可能だよ。いくら聖剣があっても、一度切り離した根源は完全に元には戻らん。それでも、幾分かは先生の根源を回復させることができます。今のままでは、先生は、カノン、覚悟の上で決めたことだ。魔王を倒すために、私はお前にかけたのだ。私だけではない。お前に根源を分け与えた者は皆そうだ。揺るぎない意志でジェルガは言う。お前は希望だ。魔王を倒し、世界を救う。この暗闇に覆われた世界に輝くただ一つの太陽なのだ。たとえ今は叶わずとも、いつの日か必ず、お前の聖剣が我ら人類の悲願を果たしてくれるだろう。その希望を、我が身可愛さに失うわけにはいかぬ。ジェルガの言葉を聞き、カノンは押し黙る。しばらくした後に彼は言った。先生は、どう思いますか？何がだ？先ほど、暴虐の魔王が口にしたことです。ジェルガは即答した。信じるには値しない。魔族というのは生まれながらにして人間を殺す生き物だ。奴らを滅ぼすか、我々が滅びるか、二つに一つだ。共存など決してありえない。カノンはうなずく。その表情にはどことなく影があった。カノン、お前は優しい。だがな、魔族というのはお前の優しさを与えてやるような生き物じゃない。
この世にあってはならない、汚れた存在だ。奴らを殺すことに何ら罪の意識を覚える必要はない。むしろ、ほふってやることこそが奴らにとっても救いなのだ。勇気を持て。お前は政権に選ばれた勇者なのだから。はい。カノンが答えると、ジェルガはふらつき、その場に膝をついた。先生。ああ、そう騒がなくともよい。少し疲れただけだ。私も、もう年だからな。カノンは心配そうに彼を見つめる。しかし、大丈夫だ。それより先に戻り、魔王が逃げ帰ったことを知らせてくれ。皆不安に思っているだろう。わかりました。カノンは城の方へ走って行った。その背中をジェルガは見つめた。もう限界か。確かにな。ジェルガはその場に魔法陣を描いた。使ったのは、ガトムの魔法である。彼の姿がその場から消える。薄暗い部屋に彼は転移してきた。地面と天井、壁に魔法陣がある。おそらくそれらが維持しているのだろう。大量の水の球体が宙に浮かび上がっていた。ただの水ではない。神に清められたと言われる形を持たぬ魔法具、聖水である。魔族は滅ぼさなければならない。ジェルガが聖水球へ視線を向ける。たとえ、この身を魔法と化そうとも。暗い表情で、彼はそうつぶやいた。次回は、魔王学院の不適合者。第71話、ある朝の平穏。第72話、学院交流。高評価、チャンネル登録、お願いします。